はい、こんばんは、フェマルでございます。まず字幕機能がございます。そちらの方を使っていただきますと副音声的な字幕が見れますのでよろしくお願いします。使い方は検索してください。今回はこちら福井県越前町の米野というところになっております。そちらのですね、ここの狭いこの道狭いな。この道を入ってきましてですのお話ですけども、何をするかと言いますとですね、いきなりトンネルがあるよ。じゃあこれの言っておくと、これは米の隧道になるのかな、なんていうのかな、中見ると素彫りの隧道だったのをコンクリで覆ったりとかしてるんですね。ちっちゃいトンネルですけど、これ昔からあるトンネルですね。の越えました先、ここの米野の先の集落があります。その集落の名前がごぼうが平と申します。そこの集落がですね、ここ出るんかその集落というのが最新の情報は分かりませんけども、4世帯ぐらいしか住んでらっしゃらないのかな、今は。そういう集落なんですけども、それが山深い、とても山深いところにあります。でそこ行くまでがめちゃめちゃこの道ですね。ここを通ってしか行けないというか、向こうからもあるんですけど反対側からもなかなか厳しい道です。その、険しいのを撮ってみようという企画です。よろしくお願いします。この集落自体が今越野村こちらの方は越前町になりますけども、今から行くところは南越前町かなになりますね。ヘアピンカーブだね。そしてこの集落行く道なのに人通ってるはずなのに落石があるっていうね。でヘアピン2連ヘアピンちょっとお待ちくださいね。今からこの目線のカメラも含めてやっていきますね。これ今つけてるカメラはメインカメラは GoPro ですけども、サブカメラのこれ帽子のつばにつけてるんですけど、なんだっけこれインスタ 360GO2 っていうカメラをつけております。落石ひでえなこれ。それとともにお伝えします。でもちょっと待ってよ、こんな落石あるけどよなんてったってここ一応集落つながる道なんだけどね。なのにあまり人が通ってないような広さって言ったら申し訳ないけど、でもこれもう道の歴史自体はよく僕も知りませんけども、ここ通すの大変やったんじゃないですかね。これ右手はこうやって海がねあるんですけども、この辺なんかガードレールないですよね。だからこれ結構左の壁見てもらうと分かるけど、これ改作というか削ってるんですよね。こうなってる山幅田を削って無理やり作った道ですね、これね。だから結構これは作るの大変やったし、下崖だしね。これはちょっとこれ今夏場だからいいけどさ、そして今春先なんですよ。なのに枯葉が去年の落ち葉、年末に落ちたような落ち葉がまだ残ってるっていう感じですよね。これ相当ひどい道だねこれ。石がゴロゴロ落ちてるのはあまり管理されてないのか。これは衝動かなんかになってると思うんですけどね。ちょっとね集落へ向かう道にはあまり思えないというか、
生活道路感はないですね。ここなんかガードレールない先っていうのが、ちょっと窓開けてみようか。まあこんな、おー、ちょっと待てーこれ奈落じゃないこれ。怖い。これここはガードレールあるでいいけど、いや相当ですね。じゃあこれはなんで枯葉ひどいよねこれで。おそらくですけども、これ雪もひどいと思うんですよ。これここ橋ちょっと降りようかってはい、この通りで、ここ橋あるけど、ここなんか古い、なんか年季の入った橋ですねこれね。うわー、でここ石垣あるやん。なんででしょうね。家があったとかじゃないんでしょうね。ほらこの通り完全に対向車来たらダメですね。まあ人はまあめった通らないとは思うんですけども、それでもこれ対比場的なものはあんまりないですから、結構しんどいな前から来るとね。ここなんかもまあ無理やり作ったような道。除雪車はでも入ってたんだよなこれ。なんでっていうと、ちょっと上にリンク貼りますけども、ここの道を通った帰りにいっぺん通ってるんですよ。この時はもうその林道っていうか、そちらの方はもう雪がいっぱいでえらい目にあったんですけども、その帰り道にここ通ったら、ここは雪の消してあったんで、ね、まあ除雪はしてあるとはいえ、これ頻繁に通らないだろうなこれ。いかにこの崖崩れが多いかっていう感じの、これ防護柵というか落石防止のやつがありますね。うわー、ちょっとただ景色はいいんだよなへえ。コンクリート舗装はしてあるけれども、これもどうなんでしょう。後年舗装されたんじゃないですかね。それまでは砂利道だったとかじゃないですかね。ものすごいまた険しい。ここなんか何これすごいね。電線は通ってるわね。ほら通ってるわな。いやー、ちょっとこれはまあ一般時はまだいいけど、これ雨天でも嫌だな。滑りそうだよねこれ、枯葉で。結構な奈落っていうか、まあ海、ほら落石ひどい。ほんとなんか大雨降ったら必ずなんかあるんじゃないかな。ただね、海の景色はいいんだよね、高台にあるから。多分もう間もなく集落だと思われます。ここも狭い。はい、家前出てきましたね。すごいな。そして反対側にも道はあるんですけども、その先ほど言った動画の冬通った動画でも見た通り山の中ですし、で直線的な道があったんですけど、そこもなんか落石で通れないみたいなんですね。はい、じゃあじゃあごぼうが平町ですね。このどうなんですかね。この辺まあ
パジェロミニがそういっぺん止まろっかな。結構な頻度で来るんですね。うわー、すごい。あ、反証がある。結構家たくさんありますね。ただデータ的に言うとそんなに住んでらっしゃらないみたいなことを聞きますので、ちょっとこの先行ってみようか。この上にも道は集落の道はあるんですけども、集落の中は入っていかないっておきますわ。そしてその反対側の道というのはここなんですね。これ狭いここなんかも廃墟というか、これ蔵か。仕方ないですよね。ですからこっちの道もあるけど、ほら落石ひどいや。もうほんと車通ってないような跡ですね。これね、もうめちゃめちゃ落石だらけで、このまっすぐ今またこう降りますか。景色はいいんだよね、ほんとね。はい、では降りてまいりました。こちらの道から来まして、まっすぐこっちまっすぐ行けた場合によってはその隣の集落まで行く道なんですね、ここね。ただこのように通行止め、崩落等のため通行止めとなっております。これ急だよ、急。ほらで、ここは今バリケードあるんで通りませんけども、この先は次回歩きか自転車で行かせてもらいますわ。いっぺんそれで探索してみましょう。こちらからもその隣の集落は行けます。これ林道なんですけども、ここから行った方が現実的なんかなと思うんですけども、ただすごい遠回りなんですよね。ここまっすぐ行ったらボーンって行っちゃうんですけど、こっちから行くとぐんねの道を渡って向こうの集落、杉山集落かなに向かうはずなんですけども、この通りですから、実質あそこの集落のその生活道路と言っていいのは、今来た道が生活道路だと思うんですよ。メインルートだと思うんですね。だから相当結構便が悪いと言ったら申し訳ないですけど、結構大変な道だったんですね。ただね、景色めちゃめちゃいいんだよ。ここ今ちょっと木立だからあれですけど、といった感じですけども、今回はこのごぼうが平集落のここまでのアクセスする道はめちゃめちゃ酷な道だったというか、ちょっと生活道路にしては荒れてるかなっていう感じですね。ただ皆さんの使う道ですからね。では最後にザクッとドローンでざっと撮ってみますんで、それを見ながらお別れしたいと思います。はい、じゃあ簡単に撮らせてもらいます。この通りのすごい道にあるんですね。ほら崖ですね、崖で、後ろ見ると回転しますね。後ろはこのような下に305号線ですね、これが見えてまいりました。そして大海原となっております。そんな中をちょっとこちら向けましょうか。こっちちょっと見てみようか。こっち綺麗だね。はい、でここの305号線を見ましたけど、ここにへばりつくように道があるんですね。こうやってね、この山の中をうねうねと道が走っております。すごい崖だ。でこちら雨降ってきた。で先ほど見たこの米の集落ですかね、そちらの方になります。結構こうやって見ると近いんだね。こんな感じでね、電池がなくなったんでもうこの辺で終わりますけども、このようなところに道があるということになっております。
はい、じゃあ戻って、ほらこんな崖ですよこれ。はい、じゃあもうこんで終わります。うわうわちょうど対象があったでよかった。すげえな、大変だねこれ。ちょうど退避する場所あってよかったよ。運がいい。